オーラ、ジャーネです。今回はオアハカで大人気絶景スポットを2日間で巡る旅をしました。個人では行きづらい場所もツアーなら驚くほど効率よく大満喫。想像以上に内容が濃くて最初から最後まで感動の連続でした。絶景グルメ、ローカル体験まで詰め込んだオアハカ旅。最後までぜひご覧ください。ではどうぞ。オアハカ滞在中にツアーに参加した2日間をまとめています。メキシコ南部のオアハカが舞台です。今回2日間で訪れた場所はこの地図にある6カ所です。私たちは現地のオアハカツアーズを利用しました。1日目は5カ所、2日目はモンテアルバンのみです。ツアーの詳細を聞くために前日オアハカツアーズのオフィスに行きました。非常に、入りづらい入り口です。これ中レストランになってて、その奥です。入り口にレストランのボーイが立っていますが、そのまま奥に入って大丈夫です。奥の方に、ツーリストがあります。今回オアハカで参加するツアーエージェンシーに来ました。今回担当してもらったWhat's your name? Melissa。アレクサ。はい。この2人の方に、担当してもらいました。非常に、丁寧な説明で助かりました。はい、あり日本の皆様、ぜひ利用してみてください。ありがとうございました。See you tomorrow. Bye. 3月28日、メキシコ、オアハカの朝7時です。今日も快晴です。今日は一日ツアーに参加して観光してきますよ。今8時10分ぐらいなんですが、メキシコのオアハカにいます。で、本日の気温です。今15度で最低気温12度、最高気温24度、ちょっとやや薄曇りな感じです。今日はこれからジャーネさんどこ行くの？今日は、現地のオアハカツアーという旅行会社で予約した1日ツアーに参加してきます。はい。で今ピックアップを待っているところです。はい。イエルベエルアルグアっていうところがちょっとメインみたいなので、そこも含めて入っています。楽しみにしております。はい。では行ってきます。予定通りにピックアップバンがやってきました。こっちからか。はい、グッモーニング。名前を確認しています。ベノディアス。はい。はい。あ、やっぱりいない。どうする？一番前？私たちが最初のピックアップです。はい。今後ろ見ても、15人ぐらい乗りのバンですが、まだ誰も乗っておりません。6名になりました。はい。昨日4名だった。はい。オアハカツアーズオフィスの前で品の良さそうな陽気な老夫婦が乗り込んできました。その後も参加者をピックアップしてほぼ満席になりました。ガイドさんがスペイン語と英語交互に説明しています。ドライバーはマーティンさんです。はい、ガイドさんがまとめてエントランスフィーを徴収してくれました。1人エントランスフィーのトータルが300です。今回はオアハカで人気の1日観光ツアーに参加してきます。巨木や絶景の遺跡、そして、メスカルまで正直かなり内容が濃いツアーになっております。果たして1日でこれを回ると結構ハードだと思いますが、楽しんできます。最初の訪問場所はトゥーレの木。今回オアハカのツアーに参加するのは15名ぐらいです。満席になっております。はい、今ガイドさんについて回ります。園外からもトゥーレの木は大きいので見えてます。ここでチケットを購入します。1人入場料は20リラです。con el nombre del pueblo.
樹齢が2000年以上という記述がありますが、とてつもない巨大な老木です。この大きさには本当に圧倒されました。すごいでも太いね。ここは動物の形に見えるとか言われておりますが、根っこの形がすごいですね。想像以上に大きな木です。これが生きているとは信じられません。この木の隣にはサントドミンゴ教会があります。本当に目と鼻の先の近さです。かなり離れないと全貌が映らないというほど大きいですね。すごいでかい木。いや、今まで見た中で一番でかいんじゃない？一番大きいかな。すぎてこの大きさはわからないかな。いやもうね、すぐ近く行かないとわかんないけど。上シュッと取ってみて。シュー。めっちゃ巨木だよ。ここは根っこの形を観察するのが面白いかもしれません。庭園が美しいので、こちらから眺めた方が巨木も教会も一画面に入って絵になりそうな感じがします。日本語のポールを発見。世界人類が平和でありますように。トイレは有料です。ちょうど場外にあります。10ペソ。メキシコは必ず映えスポットがあります。今終わりました。織物工房に移動します。ツアーはやっぱり楽ですね。寝ているだけで次の目的地に着きますもんね。手織物工房にやってきました。ここはオアハカの手織物の故郷として世界的に有名な村、ティオトランデルバジェです。この若い職人さんが説明してくれました。伝統芸能の職人をこちらではマエストロと呼んでいました。スペイン語と英語で3カ所と交流しながら説明をしてくれました。Yes, similar but not the same. How are you? Shayu. What's your name? Lau. You wanna say I'm good? Wenka. Thank you. Shitiosu. Thank you very much. Shitisen Yuyu. 羊毛溶かしの工程。これはローカルシープと言っていました。非常に、強いそうです、腰が。¿Conoce la alpaca? それは何？これは Entonces, 違う材料 lo que hacemos es que compramos la lana. 聞いてませんでした。 We have to buy the wool because アルパカ。 it's how we don't have これがアルパカ。 to buy the wool that we- あれつけてああいう風に乗せて乗っけて。Sí, amigo. 次のステップです。ああ、 El propósito de eso, amigos, es que la lana vaya en una misma dirección. 剣山の板みたいなところに乗せてこすみたいです。 El propósito of this process is to align the fire in one direction. 20 minutos tiene que 素人がやると結構大変な作業みたいです。やはり職人芸ですね。糸紡ぎの工程。次は糸を紡いでいく工程を実演しています。上手にテンションをかけながら上手に巻いております。天然染色の工程。いろいろに染めた糸を編んでこのようなラグマットが出来上がります。ああ、ミントの匂いがする。ミント？ Así es, así es que lo que tienen los filtros naturales es que son bastante あ、ミント。 fuertes, rosa. これ全部赤と白の原料を潰していく ¿No lo has と、 visto? ¿No ves, no? Esa. あ、グリーンになった。 Emerald green. ミラーグリーン。グリーンになる。 Color. うわ、グリーンになった。すごい。化学反応が起きてグリーンになったそうです。面白いですね。 Mi papá lo descubrió hace 4 años. 昔の人の知恵はすごいですね。ああ、石炭みたいになってね、これからインディゴカラーができるみ Cochinilla た is い not で a す。 insect, it's a fungus. The cochinilla is a fungus, a plague. この工房で一番見たかった赤色の作り方を長めに撮ります。この白いサボテンに寄生するコチニールという虫を取って紙の上に置いていってます。これですね。この虫を潰すと濃厚な赤色が現れます。
綿のように毛に覆われた体内にカルミン酸があり、すりつぶすことにより鮮やかな赤が出てきます。化学反応ではありませんでした。薄くなるのね。レモンなどの酸性を加えるとオレンジ色に変化します。オレンジカラー。オレンジになると。タイムストーン入れたらまた赤くなりました。マジックだね。マジック。これらの組み合わせにより何十色もの美しいグラデーションカラーが生まれてきます。すごい複雑な色ができますね。そう、このブルーがやはり非常に、色を出すのがお金かかるそうです。手織りの工程。はい、今度織物の実演をやってくれます。かなり丁寧に詳しくスペイン語と英語で説明してくれていました。書いてあってそこに糸を通していくって感じです。基となる糸はコットンです。最後は作品の即売所です。押し売り感もなく美術館のように見学するのもありかもしれません。作成の過程や大変さを見てきたので一つ一つに価値を感じます。もう完全に芸術作品の領域ですね。大きな家に住んでいたら飾りたいっていう感じ。ショップですね。60ぐらいこれがあるとかですよね。ミトラ遺跡にやってきました。ただいまの時刻11時48分です。遺跡領域に入る前にチケットを購入してくださいっていう看板。はい、ここにはトイレはございます。フリーです。私たちはメキシコというとこういうサボテンしか思い浮かばなかった。思い浮かばないけどね。いろいろな種類のサボテンがあって、ここはメキシコらしかったです。ここはサポテカ文明の重要な宗教の中心であり、ミトラはナワトル語で死者の国を意味します。最大の見どころは精巧な幾何学模様のモザイク装飾です。接着剤を一切使わずカットされた数千個の切片をパズルのように組み上げられて作られています。高度な石材加工技術と静止をめぐる古代の信仰が息づく場所でもあります。17世紀にやってきたスペイン人の記録によると、現在のキリスト教会の地下あたりに奥の見えない深い地下迷宮があり、そこには無数の生贄の遺体が安置されていたといいます。あまりの不気味さに恐れおののいたスペイン人は、その入り口を完全封印し、その真上にサンパブロ教会を建て、古い信仰を上書きしようとしました。このように実際に多くの王族が眠る広大な墓所であったこと、そしてあの世への扉があると信じられていたこと、そのことからミトラは死者の国と呼ばれているゆえんです。遺跡のイメージを地図にしましたが、スペイン語じゃわかんないですよね。日本語に翻訳しました。ガイドさんについて行ってアロヨ郡から見学です。ここは宗教・行政施設、住居エリアと儀式エリアだったようです。モザイク模様が見どころのようです。隣の敷地にあるサンパブロ教会も見えます。アロヨとはスペイン語で小川という意味で、昔は周辺に小川が流れていたため、小川の近くの建造物グループと呼ばれていたそうです。スペースがあります。こちらがオリジナルで、多分こちらが復元したモザイクだと思います。色付けされた絵文字のような跡もわずかに残っています。これもミトラ遺跡の内部のホイールです。はい。
壁一つに9個のパネルがついていると。コイドじゃねえや、そういった構成の壁です。背景に赤い染色が残っているそうです。ここ中央区域はサポテカ文明の最高神官の居住空間および極めて神聖な儀式を行う場所であったと考えられています。では中入ってます。頭気をつけて。はい、来てください。でもそんな低くないよ。そんな低くない。全然平気だわ。ああ、迷路みたいだ。はい。こんな中庭になっています。はい。多分ずっと残っていたオリジナルですね。室内だから残ってる。あ、屋根かかってるのか。石に空洞があるので加工しやすい火山岩でできていることがわかります。こう数箇所こういうのがあります。結構きれいに保存されます。模様の種類が本当に多いです。模様には意味があるとガイドさんが言ってました。詳しく忘れちゃいました。中央区域から出てくると広場は見えます。一段一段がめっちゃ高い階段です。相棒がへっぴり腰で降りてきました。降りました。はい。この広場も高い塀で囲まれていたことがわかりますね。中高等時間が終わって戻ります。で、ここを出るともう入れない。出ていいんでしょう。斜める。回ったら。何？アイスクリームか。あ、アイスクリームか。なんか。4個でこういう。入り口はお土産通りです。お土産通りです。レストランに移動してランチタイム。ツアー料金には含まれていないバイキングのお店です。見ましょう。いやー、まだ。うわー、美味しそうなのがたくさんあります。ここでは何か焼いてる。おばちゃんが焼いてる。1人220。サラダ類。すごいある。トイレわかんない。すごい種類がある。トイレ行こう。はい、今ビュッフェから、取ってきました。ランチは豪華です。まず食べてみます。いただきます。おいしい。美味しいですか？おいしい。あったかいうちいただきます。美味しい。おいしい。なんかもうね、伸び伸びのカルボナーラ。でもすっごい種類が多くて、選ぶの大変です。なんだろうね。50種類ぐらいある？そんな感じですね。あとレストランの様子はこういう感じです。もう貸し切りですね。今日は。チーズが入ってるやつですね。おお。あちいただきます。出来たてです。チーズが伸びることをわざわざ実演している相棒です。中にお肉とチーズ、塩味強めです。次の目的地はイエルベ・エル・アグア。石化した滝がある絶景ポイントです。50分ぐらい山道を走っていきます。目的地付近はかなり悪路になっていました。
ガイドさんが入場券をまとめてここで購入していました。スタッフ用かもしれませんが、この奥のトイレを借りました。やっぱ下りだ。ああ、すごい下りですね。はい。ここを下っていきます。帰りが大変なんだよね。そはい。う。舐めてたって言ってたもん、その人知らないです。いや、おお、すごい景色。行きはよいよい、帰りは怖いというコースですね。コースですね。はいずっと下ります。はい。なんか骨が膨らんじゃってるけど。いい景色はいいね。うん。いやー、本当にいい景色です。このベンチとかに座ると。ベンチからの眺めは今一つでした。ここからは天然プールが一望できます。トイレもありますが有料だったと思います。展望台が見えたのでまずは行ってみます。私たちはいろいろな厳しいところ登ってるからなんか思ったほど今のところ大丈夫かなって驚くようなハードな工程じゃありません。振り返るとこのような景色が広がってます。ショートカットの道を選んだら結構険しいです。結構険しいです。ああ、展望台。いいね。やっぱ息切れますね。なんでショートカットしちゃった。着きました。展望台。こうしてばないように。あ、これいいじゃん。ああ、いいね。いいね。はい、この画面の左側の方から歩いてきて、今この石灰岩のプール、目の前で、あと右側にも見えてます。見えますか？見えるかな？プールが見えますか？あとね、はい、もう一箇所はこっち側見えますよ。はい。高？カラスに見えるけど大きいね。先ほどこの前に立っている人がいたので上に上がってきてみました。風景が違うでしょうか。景色はいいけど柵がないので怖いです。はい、これが全貌です。下から苦労して上がってきたけど駐車場と同じ高さの場所でした。なんだ。出来事。イエルベアグア。イエルベエルアグア。イエルベエルアグア。そう。生きております。何度言うんだ。何度言わせるんだ。やっぱ普通にサボテン生えてるんですね。あれメキシコって言ったらさ、サボテンにさ、そうなんかギターのさ人とヒゲのイメージしかなかったけど。いたけどね、ギターとヒゲのおじさん。そうなんか。こういう卵かな。いや写真撮ったからですよ。この絶景はやっぱ来ないと実感できないですね。撮れる。そう。怖いな。気に捕まってる。怖い。怖いでしょ。一応そこから水が落ちてきてんだよね。うん。湧き水？湧き。匂いは？よ？匂いしませんね、これ特に。冷たいです。いい。足湯みたいに使ってる人がいますが、全然冷たいです。冷たいよ。これ滑んない？滑んないよ。先ほど怖いと言っていた場所がここです。水が噴き出している場所がありました。近くに寄ってみるとボコボコいっていますが、流れている水は冷たかったので温泉ではないようです。このようにして楽しんでおります。風が強いのでかなり寒いよね。上がったらもう上がれないよ。次の目的地に向かって出発します。
通り道にメスカルの蒸留所をいくつか見かけました。最後はメスカル蒸留所に行きます。着きました。お酒が弱いのでテキーラとメスカルの違いを知りませんでした。今回せっかくなので図を交えて紹介していきます。ガイドさんが原料の説明を始めてます。赤べそう、やっぱりそうだ。アロエ。赤べね。Google で赤べの説明を見ています。売ったものは18年。15年と書いてあるか。18年って書いてある。18年。材料を蒸し焼きにする工程です。すり鉢状の土窯に熱した石を引き詰めて赤べの根の部分を数日かけて蒸し焼きにする工程です。土窯の煙で燻製になった赤べを試食しています。すごい。繊維の中から芳醇な液体が出てきています。まだこの時点ではアルコール感はありませんでした。先ほど試食した燻製のピニャを石臼で粉砕して果汁を絞り出していきます。次は発酵と蒸留の工程です。果汁と粉砕した赤べを樽に入れて発酵させます。発酵してくるとこのようなペースト状になってきます。発酵した材料を樽からこの蒸留機に移して2回以上蒸留することによってアルコール度数を高めていきます。最後はメルカーの試飲です。たくさんの香りと味のメスカルが並んで試飲ができます。店員さんが試飲する前にメスカルの詳しい説明をしています。フルーツのメスカルボトルが結構あるんですね。相棒が初メスカルにトライ中。すごいね。ウイスキーみたいな感じ。そう。じゃあちょっとだけ舐めるだけ舐めてます。私飲めないので。本当だ、ウイスキーだ。ウイスキーだね。うん。この赤い粉は後で知ったのですが、虫と唐辛子と塩の粉でした。おお、びっくり。みんなおかわりしております。やっぱりのんべの若者は飲むでしょ。はい。違う？同じ。フルーツベースのメスカルはやはり飲みやすいみたいです。ちょっとオレンジいただいてます。濃厚なメスカルを飲んだ後に食べると、なんかすごい甘く感じるけど。つけたらね。これが一番アルコール頻度は低い。でも弱いでしょ。でも喉にくるやん。弱い。いや強いですよ、喉にくる。今そのお姉さんがもらってきた5杯目。5杯目です。細いやつですね。何？スモークした感じ。一番最後のスモークだのはすごいなんか燻製の香りがします。何ですか？パッションフルーツ。はい、飲んでください。美味しい。美味しいの？普通に美味しいの？美味しい。美味しい美味しい美味しい。これは美味しいくるな。ツアー参加者の皆さんはほろ酔い気分でバスに揺られてお墓に帰ります。蒸留所にはトイレがありますが5ペソです。
ゴーゴー。ゴーゴー。ほろ酔い気分でカメラを回すのを忘れてましたが、無事オアハカに帰ってきました。私の夜はこれからだ。ちゃんと撮ってるよ、動画。メキシコ南部のオアハカが舞台です。今回2日間で訪れた場所はこの地図にある6カ所です。私たちは現地のオアハカツアーズを利用しました。1日目は5カ所、2日目はモンテアルバンのみです。2日目のツアーの迎えの車が来ました。ほらほら、ヤマミ。モニ今ちょっとびっくりしました。乗ったらいきなりメキシコ人おはようございますって言われました。日本にも旅行に行ったことがある、メキシコの方です。おはようございます。いいね、オッケー。すみません。あ、すごい。今日の晩は昨日よりちょっとだけいいです。いい？何がいいですか？シートがいいそうです。まだ、私たちが2人、4人しか乗っておりませんが、多分いっぱいになると思う。いっぱいになると思います。はい。本日3月の29日です。今ですね、8時40分ぐらいなんですが、今、メキシコのオアハカにいます。はい。今の気温14度ですね。最高気温25度まで上がって最低気温10度になる予想です。モンテアルバンに行きます。はい。で、半日ツアーに参加していきますので、今回もオアハカツアーの会社でお願いしました。はい。で昨日、ご一緒だった、ドイツのベルリンから来た、ご家族3人の方とも一緒です。日本に6ヶ月ぐらい、トータルいたことがあるという、メキシコ人の、方にもお会いして、いきなり、日本語でおはようございますと愛されました。はい、楽しいツアーになりそうです。はい、楽しいツアーになりそうです。では行ってきます。オアハカも山の斜面にカラフルな家が建っていますね。車窓から見える街並みも結構カラフルです。原色をペインティングした家が多いように思います。標高が高くなるにつれてオアハカの街が見えてきます。私たちはここで降りてここから歩くようです。ここでスペイン語グループと英語グループに分かれる説明がありました。入場料は210ペソになります。ツアー料金には含まれていません。ガイドさんについてスタートしました。なんか他のチームも加わっております。今日は昨日よりは天気がいいですね。暖かい。気持ちいいです。ここから現地ガイドがつきました。駐車場からは5分ぐらい歩くと入り口に到着します。トイレはこちら右側の奥の方にあります。ミュージアムの右側、こちらの方に分かりづらいですがトイレがあります。10ペソです。この方が今日の英語ガイドさんです。日本語が少しわかる参加者は入る前に紙を編んでもらってました。持ち込むには63ペソかかります。モンテアルバンはオアハカ市内から車で約20分の山の頂上を平らにして築かれたサポテカ文明の中心都市でした。マヤ文明やアステカ文明より古く、紀元前500年頃から1000年以上栄えたサポテク文明の巨大な宗教都市です。中央広場を囲む壮大なピラミッドや天文台、政治体制を示す遺跡が数多く残っております。Thank you very much. Yeah. You can pass. You can run, please. Okay. こちらはスペイン語のグループでした。こっちが英語のグループです。かなりボロボロですが、モンテアルバンの地形模型です。ここから順番に歩いていきます。
1987年にユネスコの世界遺産に登録されています。春に美しい紫の花を咲かせる木はジャカランダという木です。そこはオリジナルの石垣だそうです。メキシコでは赤が死後の世界を表しているそうです。ガイドさんが破片を拾って建物の一部だったと説明しています。おもむろにサンプルを取り出して説明してくれています。このようなマイカを建物の表面に貼り付けていたとのこと。太陽の光の加減で黄金色に輝くため黄金と勘違いされていたようです。伝説の黄金の地エルドラードに通じるものがあるのかもしれません。これは薬にもなる木のようです。匂いが何の匂いがしました？メンソレータム。メンソレータム？Huele. We're gonna check あ the あ、メンソール？アロマ？ We're gonna do a friction. They use あ、はい、this to control the コレステロールのコントロールの薬になったそうです。ここから痩せ薬か？植物探索のガイドさんのようです。この樹液は一種のコーティング剤になるようです。説明がないので、いろいろな木が気になってしょうがありません。これこそなんかさ、バーベキューに何に使うの？モンテアルバンにある木々がいろいろな意味があったりしますし、いろいろな、創作物に使われているみたいです。モンテアルバンで一番高い遺跡がここだとのことです。今度は手作りの石細工の話のようです。現地の人によって作られていて、パーキングのお土産屋さんよりは安いとのことです。魔除けや邪気払いの石として知られているマラカイトで作られています。かなり雑な作りですね。忖度ない意見ですいません。Jade Jade and amethyst. アマティス。その格好じゃね、重たいよね。首が疲れちゃう。これかわいいね。これかわいい。撮影中に日本に行ったことのある参加者と話していたので、ガイドさんの話を聞けませんでした。ごめんなさい。ああ、シャマ。広いね、でも。あっち今度上がるのかな。広大です。ここで一番高い場所、南の大基壇。そう。四方を石の壁で囲まれた空間のため音が反射してきます。おそらく祭事等に使われていた場所と考えられています。一段低い場所に降りて説明を聞きます。スカイテンプルがあったと考えられています。正面に見えるのが北の大基壇です。ズームを引いてみると、この広大さがわかるかと思います。月と太陽の動きからカレンダーは作られていて、労働の日と休日などが決められていたということです。今1時間半、休憩というじゃなくてフリータイムになりましたので、自由に散策していきたいと思います。これから奥の広大なエリアちょっと歩いていきたいと思います。はい、行ってきます。結構急な斜面です。ちっちゃい子は平気なんだね。
これでもさ、歩きやすいようにしたんだろうね。相当直してるじゃないですかね。発掘調査時に機能ごとに番号をつけたため、今でもシステム4と呼ばれています。いいね。すごいよね。この建物 J は天文台として使われていたそうです。あ、こういうとことかなんか入り口にこういった紋章みたいなのがあります。誰んちってかも。なんかマーキングでしょうね。意味があると思います。絵文字が刻まれています。どういった使われ方をしていたかとか、多分そうだよね。ね、きっとね意味があるんだと思います。絵文字の意味がここに書いてみたいです。征服の石坂といって軍事の勝利の記録が書いてあるみたいです。なんか意味があるような絵文字がずーっと壁面にあります。目の前の北の大基壇に登ってみましょう。結構急ですよ。階段一段一段が。急だ。急。いや、急でいや、す。これは疲れる。おお、頂上下を眺めはいいですね。すごい絶景が見える。これはいいね。こっちから見た方がやっぱり。息を飲む風景に出会うと言葉が出てきません。山を削ってこの広さの平地を作ったのは驚きです。何の木だ？これは大要餅という木のようです。アジア原産なので何十年も前に持ち込まれたと思われます。メキシコでは造園樹木として各地に植えられています。裏側に入ると全く修復してない草ぼぼの発掘当時の状況が見れます。多分このようなところを全部修復していったんだと思いますよ。はい、モンテアルバンは山を切り開いて作った都市ということなので、目の前にあるようなところを真っ平らに削ったんでしょうね。あと石を駒に運ぶまで相当費用、時間、奴隷たちが奴隷たち人件費かかったんでしょう。奴隷たちがバシバシってさ叩かれて。世界中の遺跡こんな風にね、番号を振って修復しております。疲れる。ここはかつて球技場だった場所です。両脇斜めの石段はボールが不規則に跳ね返すためにあったと考えられています。面白いですね。日立の宣伝ではございません。ガジュマルの木の一種のようです。南の大基壇のそばに植えられていました。サポテカ支配者5人の人物が書かれている碑です。5名のうち4名が女性ということです。そう、なんか雲が綺麗。夏の空っていう感じで本当に綺麗。なんかここは柱だったね。ここは今モンテアルバンで登れる一番高い場所です。モンテアルバンの頂上というか今上がれる一番高い、ところで上がってきました。城跡跡、遺跡です。はい。どうぞ。怖いけど。よいしょ。皆様が帰りますよ。こちらの階段を登ってやってきました。11時19分です。出入り口まで戻ってきました。ミュージアムはフリーです。
紀元前500年前のサポテカ文明の遺跡を見てきましたが、繁栄期のモンテアルバンのイメージをジェミニで再現してみました。悠久の歴史を想像してみてください。オアハカに来る機会があれば、オアハカツアーズのツアーに参加して歴史を感じていってくださいね。概要欄に URL を貼っておきます。ミュージアム入ります。発掘された当時のポロポロだね。中はこうなってるんですね。発掘された遺跡が展示されてます。どんな国も一緒ですね。どんな国も神様を象徴するような顔は似たり寄ったりですね。アジアに似てます。踊る人々の彫刻は有名な遺物の一つですが、楽しそうに踊っているのではなく、捕虜たちの拷問や生贄の様子を模写したものだと考えられています。盤石な政治基盤を作るためのプロパガンダの役割を果たしていたと考えられています。以前はここに全部色がついてたようです。お猿さんみたいなのもいます。踊ってる姿です。柱もこのように彫刻がずっとあったみたいですね。神へ地の生贄の様子、神聖な香炉でコパルを焚く儀式、ジャガーの仮面をつけた王の即位式。10ペソのトイレも済ましたので駐車場まで戻ります。一緒のお仲間の方も歩いております。駐車場もいっぱいになってきましたね。周りにはお土産物がたくさんあります。で、ここから我々乗ってきたツアーのバンはもう一つ下の方の駐車場に停めております。そちらが集合場所です。ちょうどいいタイミングでしたね。ガエルさんも昼寝から帰ってきた。ちょうど戻ってきてます。はい、Thank you。Gracias。20分かけてオアハカの町に戻ります。ありがとう。See you. Have a good trip. Bye. Ciao. Adios. 私たちは一番最後にアパートまで送ってもらいました。こちらのタクシーはメーターではなくて交渉だそうです。面倒だね。はい、到着しました。いや、gracias。Chao, chao。gracias。はい、バイ。今日日曜日だから休みなんだ。そうですね。このキーを開けてから登ります。檻みたいなのが入っていますが鍵をかけたら階段を登っていきます。はい。ベランダ開け気持てけば。ちいいね。はい。ベランダ開けてけで、ば。あとは部屋の鍵を開けて入ります。はい、帰ってまいりました。はい、モンテアルバンから帰ってきてランチタイムになります。はい、残り物で作りました。はい。チャーハンと、チャーハンと昨日の塩ちゃんこスープです。皆さん。このビールをいただきます。朝乾杯できなかったんだよね。だからね、皆さん乾杯しましょう。乾杯。本当はこうやって飲みたかった。今12時50分です。何してんの今日は？今日は3月末で、クローズする、会社の医療手続きの処理をしております。あと3日しかないので、気持ちいいです。ここは仕事するにも。はい。今ちょっと外しちゃいましたけど、こういった100均で買った洗濯ロープと洗濯バサミ、こういったものをいつも持ち歩いてます。はい。ここは干すとこがあってですね、こうずっと洗濯して干してました。かさばるけどね、軽いんで、持ってきたら便利かと思います。はい。今日は3月29日、オアハカ最終日の夕飯です。残り物でパスタを作っていただきました。今日もありがとうございます。はい。ペスカトーレです。いただきます。
次回の舞台はメキシコ南部の美しいコロニアル都市オアハカ。世界遺産にも登録された歴史あるカラフルな街並みを巡ります。夕方に巨大人形がブラスバンド演奏とともに練り歩く伝統パレードにも遭遇。地元で人気のセットメニューがお得すぎるレストランも紹介します。皆様のいいね、ハイプ、そしてチャンネル登録が動画作成の大きな励みになっております。ぜひ皆様の感想もコメントでお寄せくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。